皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は紀尾井町のこちらの福田屋さんへお邪魔しております。ではこれから中に入りたいと思います。皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日は紀尾井町福田屋さんへお邪魔しております。これから福田屋の福田孝之さんへインタビューさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらのお店がどんなお店か教えていただいてもよろしいですか？はい、1939年創業の今日本料理屋で、もともと創業時は料理旅館としてですね、虎ノ門の地で創業しました。創業時にお世話になったのが、北大路の山人でございまして、彼が売ってくださった生姜骨董というのを、生かしつつですね、季節のお料理と合わせてお客様に提供させていただいております。北大路魯山人さんとは一番最初どういう形で関わっていただくことになったんですか？初代の福田町、私のひい祖母にあたる、人物が、とある方のご紹介をいただいて書簡を送ったところからっていうふうに聞いてまして、手紙の内容云々っていうよりも、すごく字が男勝りで気に入ったっていうことで、一つ返事で応援をしてくださるということで快諾いただいたというふうに聞いて、書みたいなのって残って残念ながら戦時中だったこともあって結構燃えたということも聞いてますし、虎ノ門からこちらの紀尾井町に移ってきたっていうのもやっぱり戦火の影響が大きくてですね、東京大空襲などで焼けてしまって、もともと旅館をなさっていて、そうですね、お食事も出されてっていう形で、そうですね、それがこちらの料亭に変わったみたいな形ですか？そうですね、いろいろ変遷があるんですけど、まずはその戦火で焼かれた時に紀尾井町の6番地に移ったんですね。もともとはその迎賓館的な建物と内戸で旧香川邸宅を内戸2社で分け合うような形でお屋敷を買わせていただいて、そこで営業再開したんですね、戦後。じゃあこちらは移設されているので香川ではないんです。こちらはですね、今あるのっていうのは支店で福田という名前でずっと昭和44年から営業してた場所なんですね。その6番地の方は平成5年か、1993年にビルの工事で建て直して、その中に福田屋が構えてたんですけども、そちらをじゃあここに移転そうですね、単純に重機備品とかは移設してますけど、部屋とかはそのまんまお隣の大工にお譲りして、これからの時代やっぱり大きい店を構えるよりは、これでも3分の1ぐらいになったんですね、規模的には。そこをしっかり回していくっていう方が今の時代にも合ってますし、観光客がね3000万まで行くっていう目標を掲げていたので、日本式の風情を楽しめる方が時代的に合ってるかなっていうことで、なかなかもう本当にこういう和室が残ってるところってほぼないですよね。東京では新たにこういう木造建てられない規制がかかってますからね。都内でこういう木造建築作ろうと思ったら作れない。そうですね、だからあくまで改装ということで2年かけてリニューアル、耐震とか入れて、そうなんですね。魯山人って教科書に出てきましたっけ？教科書には出てこないですけど、皆さんが多分我々世代で分かりやすいのはおいしんぼの貝原雄山のモデルになった方で、作者も何度かうちいらっしゃってたりするんですけど、うちの祖父がよくこう
直接お会いしてた話をはい時折してくれてたんですけど、そうなんですね。まあすごく純粋に芸術に向き合ってる人だっていろんな言われ方はするんですけど、星ヶ丘茶寮でしたっけ、はいはいはいなんかやってらっしゃって、でそこを辞められた後にこちらの。そうなんですよ。ちょうどそういう時期で、まあ経営者の方と大喧嘩したっていうなんかあります話はよね有名で、はいまあ追い出されちゃったっていう言い方の方が正しいと思うんですけど、そういうタイミングだったのでお互いそうですよね、やりたいっていう気持ちがね、きっとロサンゼルス出会いだったと思うんですよね。はい、こちらで、主になんかどういったことをなさったんですか？客みたいな感じでこうした方がいいよみたいなをいただいたような話は聞きますね。その代わり宿代とか食事代代わりに小学校とその鎌倉に鎌を持ってたんで、そこから送ってもらったっていう。器は何でしたっけ？料理の着物。あ、そうですね、料理は料理の着物でしたっけ？はい、ありますね。大事にしてる点ではありますね。結構なんか器で料理って変わりますよね。だいぶなんか美味しそうに見えたりとか。そうですね。やっぱりまあなくてはならない存在というか、だから三人の器で、料理持った方が生きるなっていうものは多いですよね。ロサンジンさんはもともとなんかオリベみたいな。オリベは人間国宝2回こう選ばれてるんですけど、2回とも辞退してるっていう。あ、そうなんですか。エピソードが。結局国とかのそういう営業のために私はやってんじゃないっていうなんかポリシーがあるようでして、もともと書家なんですよね。そうですよね。だからなんかそういうで評価されるっていうのはなんか違うんじゃないかっていう感覚もあったんじゃないですかね。なんかでも独特の字書かれますよね。なんかちょっとそうですね。いろんな書体ありますけどね。習ってたんですかね。自分で。もともとその小学生ぐらいの時に、まあ今でいう書道コンクールで金賞をもらったっていうところからなんか芸術の道に入っていったとは聞くんですけどね。それからまあこだわりが生じて、結構幼少の頃が結構里親たらい回しみたいな、まあちょっと表現が正しいかわかんないですけど、それで福田姓の方に非常に可愛がられたっていうんですけど、可愛がられるために料理を一生懸命作ったで、そこが結構原点としてあるんで、これにこの器持ったら美味しく見えるなっていうところからなんかスタートしてるような気がしてならないんですよね。ちょっと職人気質というか、そうですね。っていう生い立ちがかなり影響してるのかなって気はしますね。こだわりが生じて京都から水変えながら愛を運んだとか聞いたことないですか？ちょっと聞いたことある。それだけですごいですよね。1000万って肥料がかかってとか、すごいこだわりなんですよ。もう朝掘りのタケノコが一番だって言って、もう暗い頃から畑竹林に出てって、大根も取れたてがうまいっつって畑で食べるのが一番いいっていう、素材重視ですよね。それ何か用物ならバーってピシャッと返される。おじい様の代ぐらいまでは魯山人がご存命でしたね。お父様の時代はもうはい。うちの祖父が葬儀委員長務めたんですね。昭和34年の12月21日、ジストマっていうのも覚えてるんですけど、タニシとか大好きだったんで。あ、そうなんですか。はい。その毒素が肝臓に溜まっちゃって、あ、そうなんですか。腎臓を結局悪くしちゃって。タニシの毒素でタニシ、そうですね。そういうのが重なったんじゃないですかね。魯山人さんは、結構その海外とかにもすごい行かれてたのかなって、結構本読んでも、なんかドゥルチャルダンフランスなんじゃないですか、すごい有名な、なんかあそことかも行かれたりされてるんです。エピソード有名ですよね。鴨の血のソースが合わないから持ってきた醤油と粉わさびで食べちゃったって言って、すごいですよね。激怒されてとかね。かなりなんかやんちゃというか、普通の人だと遠慮しちゃうようなの結構すごいことされてますよね。そういうふうに言わせればそれがより美味しく食
食べようっていうだというようなことも言ってましたけどね。おじい様の代とかだともともとひいおばあ様が、ね、ロサンゼルスさんのあれだったんで、ただお子さんぐらいの頃からあれだったんですかね。そうですね。でも実はひい祖母と言いながらも子供がいなかったんで、そうなんですね。まあ長女と末っ子次男7人兄弟いたんですけど、っていう関係でまあ20歳ぐらい離れてるんですね。あったから多分20代ぐらいだっていうふうに聞いてますけど、そうなんですね。まあ子供にはすごく優しい人だったっていう。そうなんですね。ずっと20代ぐらいからロサン人が亡くなるまでずっとそうですね、ずっと会話っていただいてたって。海外帯同したのかなっていう話なんとなく聞いてて、ピカソがすごい気に入ったシノの器があるんですけど、そういうのを譲っていただいたり、でそれは海渡ってスミソニアン美術館とかにも飾らせていただいたことがあって、すごいですね。ピカソも相当変わった人って言われてます。まあだから普通じゃいられないと思いますよね。個性が相当強くないと確かにあそこまですごい表現できないかもしれないと思うんですけど、お出汁で結構細かくいろいろ書かれてて、小田屋さんとかもうやっぱりお出汁とかお水とかってすごくこだわられるところなんですか？いや、日本料理屋で言えば、もうそこ命みたいなところなんで、まあ1番だし2番だしで変えてますけど、1番で言うとマグロ節 100%、いわゆるワン盛りで使うのはそれがベース。これからだと貝が出てくるんで、ハマグリの出汁をしたりとか、ご飯とかもお水とかってなんかこだわりまあそうですね。じゃあ水も一つの水じゃなくて用途まあに合わせて、複数いろいろ面白いですね。入ってみてそういうのがあるんだって、別に料理の道歩んできたわけじゃないので。そうなんですね。じゃあなんかそういう専門学校行かれてとかは全然なく、全く料理人的な仕事は全くやってなかった。そうだったんですね。代々そうだったんで。そうなんですか。そういうもんだと。福田町さんの時代からちょっと料理長はそうですね。料理長で言ったら5代目なんですよ。なんかこういうところの料理長っていうのもなんかすごいあれですよね。なかなかその料理の世界で言ったらすごいなかなか簡単になれないというか、なんかミシュランとかもありがとうございます。はい。まあ創刊から16年連続で2つ星をいただいてまして、非常にありがたいことですね。ミシュランに乗ってからとかって変わられたこととかってありますか？一番は海外のお客様が増えたってことですね。来日される方はかなり見られてきていらっしゃるなって思いますね。ホームページとかね YouTube とかでもすごいミシュランいろいろやってますよね。福田さんもね出られたりとかそう、ありがたいことに。16年ってすごいですね。もうずっとじゃあ16年間変わらず2つ星でっていう。もう本当ありがたいことで。すごいですね。あれって一番最初ってお知らせとか来るんですか？どういうふうに知るんですか？まあ譜面調査なんで知る由はないんですけど、いらっしゃった後に連絡が来るって感じですかね。一番最初ってミシュランが日本に上陸する時ってなんかミシュランって何みたいなね、すごい結構ねなんかすごいあれでしたよね。うちの母親が海外長かったんで、ものすごい有名なガイドブックっていうワクワク感はすごかったですよね。でうちが一番嬉しいというのは3回いわゆる料理長シェフが変わってるんですよ。確かにそれでも乗せていただいてるっていうのは一つ嬉しいことかな。本人たちはプレッシャーだと思うんですけど、結構海外の方とかいらっしゃるようになりましたか？あんまり変わらない。相当増えました。そうなんですね。じゃあやっぱり皆さん結構影響力はかなりあるなとは思いますね。創業ってそうすると何年になられる？今年84年目を迎えて。じゃあ福田さんが猫染めの間に100周年いくかもしれないですよね。可能性かなり高いですよね。頑張りますね。16年ぐらい。だんだんやっぱり
飲食とかもね結構はい本当にサイクルが早くて、うんね、すぐに結構美味しいって言われてたり評判なお店でもね結構何年かしちゃうとかってありいやますけど、続けるのがやっぱ難しい時代になってきましたよね。来てますよね。あお客様の思考もどんどん変わっていくし、まあ日本人特有のこう熱しやすく冷めやすいみたいなところもねやっぱ感じる局面は多いし、はなんかどの辺の方がいらっしゃるかとかって聞いても大丈夫ですか？海外の国というか。ああでもまちまちで、最近だとオーストラリアの方とか香港、シンガポールとかなんとなくですけど、中国はああいう状況なので、中国から出られて海外にお住まいの方が今来られてるような印象がすごいありますよね。なんか好みとかって日本人のお客様と海外のお客様って違いますか？うちも海外の方向けっていう、まあ、料理区分を作ってたあ、そうなんですね。時があって、まあでも今はもう若干そっち寄りにしようっていう話がやっぱり分かりやすいものがいいのかな。例えば肉とか天ぷらとか、はい、天ぷら好きですよね。そういう分かりやすいものを出された方がお喜びになるというか、ザ・日本料理みたいな。そうですよね、はい、なんか日本人って結構あん肝とかそういうなんていうんですか、ちょっと肝っぽいものとか好きだったりするじゃないですか、はいはい、海外の方って食べられます？難しいですよね。全く食べないかと言われるとそうでもないし、まあ、お国の傾向とかもありますよね。まあ、フォアグラに近いんで、ヨーロッパ系の方は召し上がってもアジア系の方はちょっとみたいな。メニューって月ごとですか？まあ月ごと、基本的には月替わりにしてまして、はい、3月だとひな祭りで、うちはもう3月3日以降はもう献立変えちゃうんですけど、そういうところで楽しんでもらえる工夫は、まあ常に、行ってる。福田屋さんのお料理で福田さんが一番好きななんかお料理とかってあるんですか？思い入れのなんか。まあハマグリ塩仕立てっていうお椀が僕はうちのお椀の中で一番美味しいなと思ってます。先週もちょっと宮崎の方行ってきたんですけど、養殖のフグを加工してる会社さんに行ってきて、三井水産さん。あ、そうなんですね。はい、結構いいフグ出してくれる。やっぱり養殖は養殖でいいところはもう安定供給できるんで。フグ一度こちらのいただいて自宅でありがとうございます。はい、なんかちょっと違いました、普通のフグと。まあ小ぶりなんですよね。本当に天然の大きいのだと4キロとかあるんですけど、まあ安定して1.5キロぐらいの。なんかでもやっぱり食材が違いますよね。なんかお弁当、コロナの時に結構お弁当いろんなところが出されてて、なんか開けた瞬間に香りがすごいいい香りがしたのが、すごい福田屋さんのお弁当が一番すごい香りがして、なんであんなに香りがするんだろうってすごい不思議だったんですけど。コロナになって始めたわけではなくて、仕出しの仕事って結構やってたので、まあ松花堂お茶会で出させていただいたりとか、まあ、そういう経験があったので、そういう香りをつけるとか、そういうところは意識、ちょうど春時期だったんで、はい、それでやってみたらどうだろうかと。ただ休んでの仕事があった方がいいなと思ったんで、はい。コロナって結構影響やっぱりあります？相当大きかったですね。まあ営業するなっていうスタンスでしたから、だからまあその中でできることで一生懸命やろうかっていう。なんかこういう雰囲気でなんかお食事することって最近もうないじゃないですか、めったに。個室でとか、座敷でとか。そうですね。なんか結構その星が例えばミシュランさんとかでも星がついてるようなところでも、なんか本当に普通のテーブル席だったりとかっていうところも入って結構多いじゃないですか。そうするとなんか物足りないじゃないですけど、やっぱりこういうところの方が思い出に残るというか、なんかちょっと違いますよね。それはあるかもしれないですね。まあ合理的なんですよね。そのカウンターだとか、テーブル席にしてるっていうのはやっぱりサービスしやすいし、やっぱりお客様の状況が見やすいんで、まあ、結構店側の視点に立つと、
すごく合理的な面が多いです。中井さんってすごいなって思ってて、なんか閉じてるじゃないですか、基本的に。だからあんまりわかんないけど、すごいいい頃合いになんかこう持ってきてくださったりとかするじゃないですか。召し上がってるスピードとか、会話の内容とか見ながら状況判断してこう売り出したり、お酒ついたりとか。あとなんかこういうね料亭さんとかって外で他のお客様に会わないとか、そうですね、そういうふうに、ね、されてますね。なんかうっかり出てっちゃう人とかいるじゃないですか。もう止めますからね。もう部屋から出ないでください。昨日もとある、要人の方が来られたんですけど、海外にもう絶対出るなってそうですよね、はい、そこを徹底しないともう信頼関係がなくなっちゃうんで、なんか靴一つにしたってね、なんか間違えて出しちゃいそうなもんですけど、間違えることなくしっかりちゃんとなるべく覚えるようにはするんですけど、ね、お人数様は通だ渡したりとか、そうせざるを得ないんですけど、効率的なお店を見ると、やっぱ非効率な面は多いですけど、お客様に感動を与えられたらいいなって思いますけどね。そうですよね。こちらが染付木積み、吉の字、洗面向こう漬けという、器になりまして、おめでたい時に使用することが多いんですけど、向こう漬けというようにお刺身を盛り付けることが多いですね。特徴としましては、この吹き積みが細かくこうされているのと、お料理を食べていくと吉の字が見えておめでたい気分に、吉の字が、はい、本当だ、吉の字がめでたい気分になるということと、裏側に烙印がされてまして、この四角いの字が2つ並んでると思うんですけど、結構前に、作られた作品だということがこれによって分かるんです。昭和14年ですから、結構魯山人さんが、年を召してからこう会ってるので、なかなかこういう勢いのある時にある器っていうのは少ないんですけど、そういうところからも年代が伺えるっていうのが面白いところかなというふうに思います。こちらが織部しのぎ手小鉢と言いまして、織部で人間国宝2回指定されてるんですが、それを誇示したというエピソードがあるんですが、非常にこう特徴的なのが、釉薬でこういった青い色をつけてるんですけども、この釉薬の具合とか周りの緑と調和というか、が非常に面白い作品だなというふうに思っております。こちらは銀彩福寺大皿というお皿になります。一番特徴はこちらの福の字でして、これもう一筆書きで型を決めたっていうところがこの皿に一番魯山人作品のすごいところだなというふうに思ってます。で周りを銀彩で固めてるっていうところが、評価されてる作品であると思っております。こういうのって一筆で書かれてる？はい、ほとんど魯山人作品はそうだっていう。そうなんですね。大体型を取ってとかっていうんですけど、一筆でそれを決めてしまうっていうのは、彼の天才たるゆえんなのかなっていうふうに。なんか最後の服のなんていうんですか、この渦巻きみたいなのってなんかあるんですか？いろんな事態があるんで何とも言えないんですけど、これについてはそういう渦巻き型で行こうと決めたんでしょうね。なるほど。面白いですよ。福寺皿はいろいろありまして、いろんな書体で書いてるので、いろいろ調べてみてください。ありがとうございます。まず割烹と料亭の違いです。割烹は一般的に言われてる、カウンターとかテーブルで振る舞われる、両方とも和食にはそういうないんですけど、で料亭は我々のような個数で対応するお店の違い、扱うものは日本料理で、および和食っていうところで
共通してるんですかね。価格帯もちょっと違ったりするじゃないですか。まあイメージですけど、よりカジュアルなのが割烹なのかなっていう。料亭さんって芸者さんとかそういう呼べるところそうっていうですね、なんか、はい、イメージ的にはそれは正しいと思ってて、うちは呼べないんですけども、それはまあ行政的な問題があるんですけど、まあ、近くに中学校があるんで、また町が赤坂と紀尾井町すごく隣接してるんですけど、まあ、そういった問題が一つあるのと、うちは俺たちが旅館なので、そういう文化の違いなのかなっていうふうに音楽なんかこととかなんていうか、そこのはいとかなんかいろいろされてるところとかあったりすると思うんです。そういうのも特にかつてはそういうことも続きます。はい時期もあります。今日は撮影の報道もありがとうございまありがとうしございまた。YouTube を見てくださっている方で結構うちの日本文化を和文化を発信していくっていうチャンネルなので、海外の方とかも見ていただいたりしてるんですけど、日本の方だったり海外の方とか、世界のミシュランにも持ってらっしゃるので結構興味ある方が見てくださったりとかもしてると思うんですけど、ちょっと一言メッセージの方をお願いします。ご視聴ありがとうございます。私が結構大事にしている言葉が格式高く敷居は低くっていうことを結構意識してるんですけど、決して低いわけではないんですけど、来ていただければ気に入っていただけるように、我々、全力で努力しますので、ぜひ一度お運びいただければ幸いです。詳しいことはホームページご覧になっていただければいろいろ書いてありますので、ぜひそちらもご覧になってください。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。福田屋さんのホームページの方も説明欄の方に載せさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さん今日はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。どうもありがとうございました。